イスルギ立花押してまいる。時代劇、そして特撮アクション、2つの世界を融合させたハイブリッド時代劇。昭和の子供たちを虜にしたあの熱狂が今ここに復活する。ブラックフォックス、エイジ・オブ・ザ・忍者。新時代の特撮アクション時代劇を手掛けるのは、世界を股にかける特撮界のキーマン。昔は本当に映画だけじゃなくてテレビを毎週時代劇アクションやってましたからね。そういうものが復活できるチャンスがこの作品をねきっかけにまた広がっていって、積年の思いを胸に臨む撮影。しかしはい、もう一回全然ダメ。全然しっくりこないし。今回の監督はやっぱりいつもとはちょっと違って、全てにこう厳しいっていうか、これはダメだ、もう一回みたいな。令和時代の仮面の忍者誕生の舞台裏を追った。この男が京都に来たのは高校の修学旅行以来。だが心はその時以上に踊っていた。監督坂本浩一。ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊シリーズ、その全てを手掛けてきた唯一の男。その現場は意外にも明るかった。勢い的にはこうやってこっちからこう来て笑いの絶えない現場はアメリカ仕込みだという。僕はやっぱりそのハリウッド育ちとかアメリカ育ちなので、お互いにいい関係を保ちながらいい作品を作っていこうっていう。で一番初めにスタッフ全員が集まるオールスタッフ会議の時に、僕はこう見えてもアメリカ人なので何か無礼があったら許してくださいねっていうところで一応ハードルを下げる挨拶をしたんですけども。16歳でスタントマンとしてデビュー。19歳の時映画監督を志して渡米。スタントマン、スタントコーディネーターとして活動後、アメリカ版スーパー戦隊パワーレンジャーを手掛け注目を集めた。10年前に活動拠点を日本へ移すと、ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊シリーズの3大特撮ヒーロー作品でメガホンを取る。アメリカや香港の撮影スタイルを日本に持ち込み、その水準を引き上げたことから特撮界のキーマンと呼ばれるようになった。そんな坂本が今回手掛けるのは、忍者を題材としたアニメーションとの連動企画、ブラックフォックス。忍者の一族に生まれながら暗殺を生業とする一族に不信を抱くイスルギ立花。そんな立花が出会ったのは、校舎がこっちで、狐に合わせて。不思議な能力を持つがゆえに追われる少女ミヤ。彼女は狐一族の当主イスルギ兵衛に父の仇討ちを申し出る。ミヤをめぐって繰り広げられる攻防に立花も巻き込まれていく。その程度かい？そんなお前が一体何ができる？私は狐の新しい道を示す。友を救うため立花は黒い仮面の忍者となる。この時代劇のオファーを受けた時、坂本はいやもう本当待ってましたって感じですね。子供の頃はちょうどやっぱりそのジャパンアクションクラブ千葉真さんの時代劇がすごい盛んな時期で、影の軍団とか
野球場で暴れたりとか、普段小学生がなかなか見ないようなテレビシリーズをずっと見ながらですね育っていたので大好きですね。もう若い天正も伊賀林法長もあの辺は本当にもうドンピシャというか、本当に今までこういう作品をずっと撮りたかったので、日本にちょうど10年目のいい節目の年で僕の10周年記念作品という形でこれが世に出るといいかなと坂本にとって初めてとなる時代劇、その舞台となるのが東映京都撮影所だということが坂本の心をさらに躍らせた。僕が子供の頃好きだった作品が撮影された場所ってところもあって、いわば聖地じゃないですか。それ反面やはりその京都は厳しいとかいろいろとルールがあったりとか噂話というかですね、そういうの聞いていたし、格調高い時代劇の雰囲気プラスアルファという形で何かこう新しいものを作りたいなっていうのが大きかったんですね。50歳を目前にしての新たな挑戦。特撮界のキーマンの思いを一身に背負うのは主人公イスルギ立花を演じる山本千尋。坂本とは3度目のタッグとなる。3歳から習い始めた武術太極拳でジュニアオリンピック3連覇、世界大会の金メダルを2度獲得するなど文字通り中国武術の世界チャンピオン。彼女がやっている中国拳法というのが、僕もよく知っているスタイルなんですけれども、日本人がなかなかその上位に組み込めるってことはあんまないんですよ。やはりその本場の中国ものすごい人口いるし、彼女はその中でそれを勝ち抜いてジュニアチャンピオンになった子だし、それだけのなるためには激しい練習とか今までそう築いてきたものが彼女の顔にも表れてると思うんですよ。毎回キャスティングする時に一番こだわるのが目力の強さっていうのはものすごいこだわりますね。それに言わせるとね、千尋ちゃんは本当にもうナンバーワンの目力の強さを持ってるので、目で見られた瞬間にわーって止まってしまうぐらいな強さを持ってるから、この才能は絶対もうスクリーンに出さないともったいないなっていうのはすごい強く感じてましたね。坂本にとって記念碑とも言うべきこの作品、それは彼女にとっても同じだった。中国武術の魅力を広めるため5年前からアクション女優の活動を開始。その原点となったのはここ太秦だった。初めて主演をさせていただいて現場というものをデビューさせていただいたのが太秦だったんですけれども、同じ太秦で主演で帰ってこさせていただいて、太秦に帰ってきているからには皆さんにいい姿見せたいな。特撮界のキーマンと世界チャンピオン2人のタッグはアクションのレッスンで幕を開けた。世界各地のさまざまな格闘技を習得してきた坂本。求めるアクションもおのずと要求が上がる。押す時左手持ってくるって、今両方っていう左を持ってくる。全然ダメ。全然しっくりこないし、単純にガードしたらいいものを全部1個つくんですよ、どんどん。だからなんだろうな、すごく手の数が多く感じるけどまだついてきてない自分がいるので。それ以上に坂本が大事にしたことがある。だから一生懸命戦ってる中でも女性の美しさとかかっこよさっていうのを話した方がいいと思う。基本的に僕が女性を撮るときに男性目線での美しさだけではなく、女性から見てもかっこよかったり美しかったりするっていうヒロインが理想かなっていつも思っていて、でやっぱりね、今の時代女性の立場も今までと変わってきたりとか、ハリウッドになってくると本当にどの大作を見ても女性が主人公だし、で新しい時代のヒロインなんだろうってところで可愛らしさ、セクシーさ、それプラスやっぱり一番は真の強さだと思うんですよ。やっぱり自分の考えを持って自分の信念の通りに信じて生きていく、その真の強さに男性も女性も惹かれるのかなと思っていて、目指すのは世界に轟く
新しい時代のアクションヒロイン、その産声が聞こえ始めた。イスルギリッカ押してまいる。特撮アクション時代劇ブラックフォックスエイジ・オブ・ザ・忍者は近未来を舞台にした SF 忍者アニメーションとの連動作品。アニメでは忍者の末裔である少女イスルギリッカが暗い宿命を背負いながら襲いかかる危機に立ち向かう。実写版で描かれるのはその祖先にあたる女性忍者の物語。押してまいる。どちらもブラックフォックススーツに身を包み強敵に立ち向かう。そうした設定のつながりは他の登場人物たちにも見られる。ミヤ早く。ごめんなさい。忍者の一族狐を探す少女ミヤ。特殊能力を持つ彼女のキャラクターはアニメから引き継がれている。最初に言っておくけど、おはようございます。おはようございます。お願いします。演じるのは武道館ライブを行った人気アイドルグループキュートの元リーダー矢島真由美。今回のこのミヤっていう役は結構ミヤを中心にこう周りを振り回していく感じ、その感情の振り幅がすごく大きい役だったので、もうなんか頑張らなきゃみたいな。もうカメラを向けて、自分が想像している以上のことをパフォーマンスで出してくれるし、やはりこう彼女もね過酷なアイドル業界というところを勝ち進んできた人だったので、そういう面で言うと本当にすごい人に対してすごい優しい人というか、初めてお仕事したっていう雰囲気じゃないぐらい仲良くなれたというか。ハードの撮影辛かったことを聞いてみたが、皆さん頑張ってるから負けないこうリカはミヤを守ってあげるっていうことが多かったんですけど、逆を言うと矢島さんの優しさだとか落ち着きだとか逆に守っていただいたなって。ごめんなさい。私はメリサです。アニメと同様主人公の良き友人でありムードメーカーとなるメリサ。メリサはお手伝いします。このままだと余計。はい。演じるのは戦隊シリーズでの出演で脚光を浴びた大久保桜子。結構私大雑把で結構乱暴なんですけどなんかドア開ける時もこう開けるとか、時代劇の時はこういう手の添え方とかも教わって、その辺はすごく気にしました。しかし膝が今チャンスだ。今回結構重い話というか抱えてる、キャラクターが多い中で、彼女は唯一明るいキャラクターで、彼女が出てくるとパッと花が咲いて長くなるっていうのが、映画を本編通してもそうなんですけども、本当に現場でもそれをやってくれていて。特撮アクション時代劇、その冠にふさわしく今回はアクションに定評のあるキャストが招集された。子孫児が許されないというのはその通りだ。立花たちの前に立ちはだかる珍獣戸田重次。演じるのは坂本監督のアクション作品など多数出演してきた私久保田悠希。今回坂本監督からのオファーを受け即座に出演を快諾。なんか面白そうな世界観だなっていうのを感じて、で実際台本読んでみたらやはりいろんな小一
坂本浩一じゃないですかこの声初めては映画浩一坂本浩一さんやっぱり京都であり時代劇ということでちょっといつもと違う感じになるのかなって思ってましたけども、やっぱり坂本さんのイズムといいますか芯は全くぶれずに普段とは違う時代劇が見れる感じが楽しみだなと思いました。ひょうひょうとした感じの男なんですけども、やっぱアクションがうまいですね。やっぱり表現力がすごくて、でお芝居プラスやっぱアクションができるってところで、やっぱり僕が欲しいニーズを結構備えてる。だって当時影の軍団とかあの辺みんなジャックの形が演じたりとかしてて、皆さん本当にアクションできるじゃないですか。やっぱりそれを再現するにはそういうキャストを集めないと。ウルトラマンシリーズで主演を務めた石黒英雄もその一人。本作では初めて悪役を演じる。それを引き受けたのはやはり坂本への信頼だった。すごく監督の意気込みっていうのをこうスマートに感じますよね、はい現場のことも気を使って僕たちのことスタッフのことをすごく心配しながらタイトな時間の中進行してるので素晴らしい監督さんだなっていうのは感じます、数々の舞台、テレビドラマ、映画で活躍する演技派俳優増武氏も坂本の力量を認めている。現場終わる前に1分半ぐらいのダイジェストを急遽編集してつないでもらって、真っ先に正人が持ってって「こういう感じになってますね見てください」って見てもらって「おお面白そうじゃん」とかって言ってくれて、ああいうすごい役者さんは本当に僕が思った以上のものを全て持ってきてくれるので。特撮界のキーマン坂本浩一が手掛ける特撮作品、その大きな特徴の一つが多国籍アクション。相手してあげるよ。根殺しの誇りにかけて子孫児は許されないよ。命が欲しいならその娘を置いてきな。狐女と決着つけるまで死ねないんだよ。切り殺されたやつはかかってけ。命の奪い合いは面白いよな。どうすか時代劇で新しいものを取り入れるっていう意味だと、ただ単に現実のチャンバラだけじゃなくて、ちょっとこう違った多国籍感の匂いのする相手というか、やっぱキャラクターにインパクトがないとなかなかこう記憶に残らなかったりするじゃないですか。どうやってアクションシーンを面白くしていくか、キャラクターを面白くするかというところのチャレンジとして、各一人一人にそれぞれ違った特徴のある戦いの方法というのを与えていって、ブラックフォックスの戦闘スタイルにもそれが現れている。短い刀を使うこのスタイルはフィリピンの武術狩りを参考にしている。アメリカには移民たちが多くやってくる。彼らから学んださまざまな武術が坂本の体に蓄積されている。坂本が得意とする多国籍アクションは坂本のルーツとも深い関わりがある。これは本当に僕が子供の頃見ていたカンフー映画の王道そのものなんですけども、一人はなんとかキャのやつが出てきたとかっていうところだと思うんですけども、なんか桃地さん代の時にひろゆきさんがやってる時にその塩見悦子さんが中国から来た役でカンフーやったりとか、なんかそういうところのオマージュもあるのかもしれないですけども、もともと外からスタートしてるんで、僕のイメージはなんかそういうなんかこうイメージが強かったりとかするから、だからなんかそういう無国籍感っていうのがその子供の頃からのこうもう中にね埋め込められてるのかもしれないですけど。世界中のあらゆる格闘技をいかに取り込んでいくか、それは俳優一人一人の個性を見極めて考慮されている。藤岡真美は台湾で中華拳武を習得している。台湾で学んだことが活かせると思ってすごい嬉しかったです。私は空手やってて、それを坂本監督に気に入っていただいてるので、個人のもともと持ってるものを最大限に生かして見せようっていうのがすごいあるなって思って。宮原香音は空手の全日本チャンプ。アクションには定評がある。しかし最後の政権的浅いよ。
手付け浅い。連続ダダダダダンが浅いかな。はい。当ててる風に見せるのではなくて本当に当てるので、もともと当てるアクションやってるので、それプラスもっと力もっと力って言われて、僕らが教わったアクションっていうのはやっぱり当てるというのが結構大前提になっていまして、やはり見た感じの迫力が違うとは僕は思うんですよね。いいなと思った作品はやはりそれちゃんと当てたりとか、実践さながらの緊迫感とそれから迫力っていうのはやはりそういうところからしか出ないかな。しかし山本は自らのアクションに迷いがあった。本当に盛りだくさんだったんですけど、普通の刀、素で刀がつながって槍のようなスタイルだとか、二刀流なんか全部したんじゃないかっていうぐらい盛りだくさんでしたんですけど、 100% 今の立ち回りに自信ありって言えるのは多分一つもない。そこには坂本のある狙いがあった。今までの僕の作品だと彼女の得意な分野をやってもらって得意な分野を伸ばしていくっていう方法だったんですけども、今回は彼女の得意な分野を全て封印するっていうところで、今回は違った形で違う山本千尋ちゃんの違った魅力を出したいんだと。主人公の立花は暗殺を生業とする狐一族に反目している。いかにして人を殺めずに戦うか、それはこの作品のテーマの一つともなっている。作中ではさまざまなスタイルの敵が現れる。スタイルが違えば当然戦い方も変わる。自分の得意とする中国武術を封じられ、山本は暗中模索の日々を送っていた。動きが長くないから見てると千尋ちゃんの中での自信の違いがだいぶ出てますね。世界大会とかその大会に出る時ってすごい自分に自信があふれてるんですよ。誰にも負けない練習をしてきたとか、間違いなく私が一番うまいとか、自分に勝っていたというか、プレッシャーに負けることが全くなかったんですけど、やっぱりこういったアクションって結構直前についたりだとか、自分はこうしたいと思ってた部分がいろんな人と話してるとまた違うんだなって思ったりすると、なんか試合とはまた全然違う感覚であって、毎日想像以上に自分がいっぱいいっぱいで、こんなに不安だったことも初めてだし、毎日悔しく帰ってる日々の方が多くて、当然本番は一発 OK とはならない。もう一回いきます。もうちょいいきます。はい、もう一回。もう遠慮しないで思いっきり突っ込んじゃって。今回の坂本はいつもと違う。そう語るのは坂本組常連のこの2人。立ち回りを一連で手をつけてくれるんですけど、10手から15手ぐらい、それを全くカットしてくれないんですね。今回いつも流れはやって、で監督がちょっとあんまうまくないなと思ったところは半分に切ったりとか、インパクトがもっと欲しい時はよりを取ってくれたりとかするんですけど、今回全然カットしてくれなくて。監督は現代劇もそうなんですけど、すごい撮影時間が短くて結構カットがダメであれば切り替えるっていうことがすごい上手な人でですね、今回の時代劇に関してはちょっとなんかね、こだわってる部分が見え隠れしたような気がしましたね。
今回は今まで自分が築いてきたスタイルプラスアルファという形でまた違ったチャレンジをしたいなっていうのがあって、今まではテンポ重視で見せるっていうのも含めて結構カット割りを細かく終わってたんですよ。2,3テイクやって OK、 じゃあダメなところはちょっとこう抜いていこうよってやっていくんですけども、で今回は普段の僕の作品よりはカット割りが多分少ないと思うんですよ。ただその代わりその密度というかその成功度を上げるためにワンカッターに費やして撮ってる時間がいつもより長くて、今回は本当に全てが OK 出るまで何回も何回もやってもらって、テイクを重ねれば疲労も蓄積する。それでも坂本はもう一本と言い続けた。そこにはこんな思いがあった。カットをそこまで大きく割らずにみんなの技量をちゃんと見せるカット割りっていう形でアクションを構成していきたいっていうのが僕の中でもあったんですね。やっぱり70年代とか80年代の時代劇とか、あと香港映画のカンフーなんかも昔はちゃんとできる人がちゃんとやっていたので、カットを割らなくても延々とこう長回しでも見せられるわけですよ全て。でも今はなかなかそれをできる役者さんたちはいないので、今回は本当にそれができるキャストを揃えたので、個人個人の才能のスキルの高さっていうのを見せたいなっていうのがあって、それをごまかしてないんだぞ、彼女や彼が本当にやってるんだぞっていうところを見せたいなっていうのが大きかったですね。もう一回当てよう、頑張って千乃ちゃん。かつて自分が憧れた本当のアクション、それは今でもできるはず。撮影という名の戦いが日々続いた。オッケ特撮アクション時代劇ブラックフォックスエイジ・オブ・ザ・忍者。主人公立花が身にまとうスーツにも坂本の強い思い入れがある。ブラックフォックスに変身した時というか、それを装着した時にはやはりああいうルックとしてのものがあるんですけれども、ただ材質的にはあんまりこうキラキラキラビラじゃなかったりとか、なんかこう SF しすぎちゃうとか特撮しすぎちゃうとかっていう感じではなくて、本当にいい意味での時代劇の今風の解釈でやりたいなっていうのがすごい強かったですね。本作では多種多様な武器やアイテムが登場。合理性を持たせつつアクションとしての見応えを持たせるのが坂本作品の特徴である。各相手によってその戦い方はやっぱ変わっていくんですね。例えば黒龍の場合にはパワーがすごい相手なので、離れたところから縄を投げたり、そのパワーをまず拘束してしまえば戦闘不能になるので、立花の必殺技としては九尾烈風の場合9つの打撃を与えていくっていう技を作るっていうのを決めて、でアクション部とも話しながら、それが必殺技になるような形で演出をしていって、一応その娯楽性プラス理にかなったところのうまいせめぎ合いを狙った感じで。合理性を突き詰める坂本が特にこだわったのが絵作り。全てが現実に忠実ではなく、作品の世界観に適したリアリティを一から作る。それを編集ではなく撮影の段階から作り込んでいった。ハリウッド流の撮影には当然手間暇も時間もかかる。だがその要求に京都の職人たちは応えた。京都で一番驚いたのはやはりもうその道一筋に何十年もやられてきた方々の職人肌の方々がいっぱいいて、何か言うと「あ、分かった」ってプライドを持って全てそれを仕上げてくれる。もう本当はもっと怒られるかなと思ってたんですよ。こんなのできねえよって言われるのかと思ったけど、皆さんそう言わずに付き合っていただいて。一般説でしょね、すごいですね。面白いものを作りたい。そのためにはどんな手間もいとわない。京都に息づくものづくりの精神が坂本の心を震わせた。むやみに触らない方がいいよ。実は坂本こんなオーダーまでしている。今回その根殺しのイメージというのも伊賀忍法帳の時の魔改造たちのイメージがあって、伊賀忍法帳のあの鎌がイメージなんですよって話したら、これとって出してきたのがまさにその伊賀忍法帳当時の鎌があって、で同じのあって、早速ひぬきさんの写真見て「同じですよ同じですよ」って言いながらやって「これを使わせてください」って言って
坂本たっての希望で当時の窯のレプリカが作られ作品に使用されている。来ないで。この作品には坂本がこよなく愛した時代劇へのオマージュが所狭しと散りばめられている。肝鈍行の陣。立花のこの衣装も立花には青い着物を着てほしいっていうのは初めから結構あったんですよ。実はその伊賀忍法帳の時の渡辺典子さんが演じたかがり火っていうキャラクターが青い着物を着てるんですよ。もう本当に初恋の相手と言ってもいいぐらいなんて綺麗な人なんだと思って、どうしても青い着物を着てほしいんですっつって、僕の初時代劇のヒロインなんだから青い着物でお願いしますって言って。時代劇だけではない。立花が根来衆のもとへ乗り込むこのシーンは、それはサモハンの映画で「ペディキャブドライバー」っていう映画がありまして、でそこはサモハンが乗り込んでた時に悪ボスだけずっと飯を食ってるんですよ。こうやって「中村さん食い続けてください」っつって「分かった分かった」中村さんもよく知ってるんで食い続けてましたけど。オマージュとはいわば愛情表現。それはこの人物にも注がれた。共演役の倉田康明さんです。よろしくお願いします。日本を代表するアクション俳優倉田康明。和製ドラゴンの異名を持つ男は坂本の師匠であり、またルーツでもあった。世話はお前に任せる。僕が世界で一番緊張する人なので、もう香港映画を見た時にこの人日本人なんだよって話を聞いてと思いながら、当時の作品見てもやっぱり一人だけ蹴りがすごかったりとか、やっぱりインパクトがやはり他の方だったのは全然違うなっていうのがすごいあって、先生が来るとどうしてもこうピッと背筋が伸びて「はいはい」みたいな感じになって。16歳の時に弟子入りし、高校3年間その教えを体に叩き込まれた。監督となった今でも倉田を目の前にするとたちまち高校生の頃の自分に戻ってしまう。実際に当てる盾も全て倉田の教え。監督となった今もその教えは忠実に守っている。もちろんアクションに対する姿勢も。師匠に対してもリテイクを要求する坂本。しかし倉田はそれすら楽しんでいるようだった。アクションはね、もっともっとやっぱり汗かくぐらいやりたいなと。僕ら香港で NG30 回とかっていうのはざらにありますから、そういう面ではもう回数重ねればいいっていうことじゃないですけど、やっぱり全てにこう厳しいモニターの中でね、これはダメだ、もう一回もう一回みたいな、そういうとこにこう育ってますから、もっともっとそういう監督なりアクション監督たちが厳しい目でこうアクションを追求していかないと海外の作品にはやっぱり太刀打ちできないと思うんですね。世界を知る2人。話題に上がるのはいつも海外のアクション事情。坂本監督は時代劇初めてだね。みんな時代劇撮りたいっていう。はい。でもジョンウンも言ってました。海外の話に花が咲くのは日本のアクション業界に対する危惧の裏返しでもあるようだ。アメリカに行った30年ちょっと前っていうのは日本人のスタントマンのレベルっていうのは本当に世界レベルで見ても高かったんです。当時僕がやってたアクロバットでいろいろ切りながらそのまま地面に落っこったりとか、マット引かずに2階から落っこったりとかっていうのは当時誰もできなかったんですよね、向こうでは。でそれでいろんな作品に呼ばれて向こうでも仕事をしていたんですけども、今では本当にアメリカの方がレベルも高いし技量もすごいし、僕らの頃はジャッキー・チェンとか真田広之とか
その前はブルース・リー倉田康明という目標がいて、みんなこういうふうになりたいってすごい強い思いを持ってやってきていて、でどんなに辛くてももうそれをこう乗り越えるためにそれだけの情熱があってやってきたんですけども、やはり最近はそこまでに目標になれるような本当のアクションスターみたいな方々がなかなかこう出てこない。向かってこうがないとやっぱり走り続けられないじゃないですか。なのでそういう目標を僕たちが作らなきゃいけないなっていうのもあると思いますし、次の世代の道しるべとなるアクションスターを生み出したい。この作品に込められた思いが垣間見えた。押してまいる。この日朝から始まったアクション撮影は夜の10時を回っても一向に終わる気配がなかった。蹴り殺されたやつだ、かかってきな。ジェイク見てる？ジェイク見てる？足がちょっとしか動いてないの分かる？もっと大きくガッと上げないといけない。動きがイメージに追いついていない。そのことが坂本を焦らせてもいた。それは彼女に対しても。はい。僕らから見ると構えただけでこいつが強いな弱いなってすぐ分かっちゃうんですね。やっぱり彼女自身が演じるキャラクターが説得力がないと結局なんでこの子では絶対かなわないじゃんっていうなっちゃうんですけども、だけどやっぱ彼女はそういうふうになってほしくなかったので、もう一本悔しい、その一本一本にまたスタッフさんたちはセットしてだとか一つ一つ苦労があるわけじゃないですか。だから次こそは決めてやろうだとか。この作品でいい姿を見せたい。その裏にはある人への思いがあった。今回私本当福本さんが出てくださると思わなくて、太秦で17歳デビューさせていただいてからその後もずっとこう活動を応援してくれてて、千尋ちゃんが主演するよっていうふうに聞いたらなんか出るって言ってくれたんだよみたいなことを聞いて、今回初めて主演をさせていただく、太秦で撮影させていただくっていうことがやっと一つ福本さんになんか恩返しじゃないけどお礼ができたんじゃないかなって思っていたんですけど、私はこの人に恩返しできてるのかなって思いながら、いい報告できてるのかな。だからこそこの作品では最高のパフォーマンスにこだわりたい。思いは日々募った。お願いします。はい。よいしょ。オッケー。おはよう。押してまいる。この日行われたのは最後の盾、いわゆるラスたちの撮影。立夏に立ちはだかる戸田重次との危機迫るクライマックスはまさに死闘。2人とも殺しに行ってください。殺しにお互い殺しに行ってください。求められているのは一線を越えた本物の気迫。果たして今もう段取りしか見えないから、今段取りで手合わせしてしか見えないから。坂本らしくない冷たい言葉が飛ぶ。特に今回の現場は坂本監督も私に結構いつもよりちょっときつめに言ってたと思うんですよ。
優しさなしでズバズバ言ってくださる、それは優しさなんですけど、でもそれが悔しいし、今回は君に対してすごい厳しくなるからねって話をしていて、本当もう本物のアクション女優として、女優さんがアクションをしてるんじゃなくてアクション女優としての本当に塩見悦子さんとか香港の女優さんとかやられていた、そこを今回彼女には体現してほしかったし、彼女に再現してほしかったんですよ。やっぱりそれをやるには、いいよいいよそれでいいよじゃあ OK じゃあやっぱりできないんですよね。自分が夢中になったアクション時代劇を復活させたい。自分が憧れたアクションスターを復活させたい。50歳を目前にアクション界の次を見据える立場だからこそ妥協するわけにはいかなかった。撮影を止め練習に当てる。練習は1時間近く続いた。ふと坂本がこんなことを言い放った。練習しましょうか。練習とあった会社どのキャストに関してもテイク数重ねるっていうのは、彼女たちがとか彼らができないからじゃなくて、もっといいものができるからと思ってるからやってるわけであって、それができないんであれば諦めて違うことをしますけども、どうしてもできないことがあるんであればもっとやりやすい形で何かいいものに対してのものを現場でも臨機応変に対応して変えていくし、それは坂本が今までやってきたこと。しかしそれはこの作品で目指したものではない。山本にはそれが分かっていた。山本の目が変わった。山本の動きが変わった。もうあっちからこっちからバーって、それで混乱しないようにっていう自分もいたんですけど、まずは結構ちょっと失礼かもしれないんですけど、とりあえずシャットダウンというか、もう自分の世界にとりあえず入ろうと思って。やっぱり今まで躊躇したところが躊躇がなくなって思いっきりいったっていうのはすごい感じたんですよ。次郎ちゃんの動きも顔つきも目つきも全部変わっていったので、彼女の構えとか表情して見ただけで、この子だったら勝てるかもしれない、この子だったら絶対こいつらと戦っていけるっていうような説得力を出したかったんですよ。なのでそれはやはり彼女が培ってきた今までの中国拳法に対する姿勢とか取り組みとか、そういうものがないとちょっとやそっとじゃ出てこないので、やっぱりそこは今回彼女があったからでこそできる役かなっていうのはすごい強く感じましたね。世界を制した彼女だからこその本物の気迫。線になっていく。しっかりこうバランス取って、もう自信を持って強く。もう一本、そう言い続けるのはもっとすごいものが見れる、そう信じているから。もう一本、そう言われるのはもっとできる、そう期待されているから。その思いが人の、そしてアクション時代劇の限界を引き上げる。ではさ、テイク7。いや。もう一本と言われなかった。果たして。あ、じゃあ OK。
まだまだ本当皆さんもうねあざだらけになりながらもアクションもしびれるくらいかっこよかったので、時代劇に新しい風を吹かせるような新しい時代劇が作られていったらなと思っております。アメリカもそうでしょうし、海外ってバラエティに富んでると思うんですね。いろんな種類の作品が、特撮もありのアクションもありのいろんなことがこう広く作られるといいかな。もっともっと大きく羽ばたいてほしいなと思いますね。可能だったら、まだまだやりたいですか？撮影ですか？この現場ですか？もちろんですよ。ちょっと一回休憩したいですけどまたこのメンバーで、ね、坂本監督と一緒にね渦政で撮影できたらそんな幸せなことはないなっていう。僕としては撮りたいですし、時代劇だけれどもプラスアルファの要素が入っていたりとか、ちょっとこうアメリカスタイルで撮ったりとかするのも、そういうのも含めると日本国内だけじゃなくて海外にも向けてこういう作品のジャンルというものが復活して受けられるといいなと思っていて、手応えというかですね、今回作品を通してそれはなんかありましたね。なんか特撮界のキーマンと新世代のアクション女優、アクションを愛する俳優たちと伝統を受け継ぐ京都のスタッフたち、彼らによって新たな特撮アクション時代劇の産声が上がった。ではこのシーンをもちまして山本さんオーラップになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ったね。お疲れ様でしたああ、もう抑えてたのに進化せよ、特撮アクション時代劇。夢はまだ始まったばかり。